よろしくお願いします。これはスーパーファミコン版のコントラスピリッツです。このゲームを見てまず印象に残るのは、スーパーファミコンを象徴する機能の一つ、モード7の使い方です。モード7は背景画面そのものを回転、拡大、縮小できる画面モードです。コントラスピリッツでは、この機能を単なる演出として使うだけではなく、トップビューのステージや巨大なボス演出に組み込み、ゲームの見た目と遊びの両方を大きく変えています。この動画では、ゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいような、プログラマーのビープで細かすぎる視点から、ゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで別の声や言語で聞くことができるのでご利用ください。このコントラスピリッツは1992年にコナミよりスーパーファミコン向けに発売されたアクションゲームです。任天堂以外のメーカーがスーパーファミコンのモード7を本気でゲーム内容に組み込んできた最初期の代表作だと思います。コナミ自身も悪魔城ドラキュラなどで回転する背景画面を使っていました。ただし、そちらはどちらかというと、ステージの見せ場としての演出が中心です。しかし、コントラスピリッツでは、モード7を一発ネタの演出ではなく、アクションゲームの中にかなり強引に、そして大胆に組み込んでいます。画面を回転させるだけではなく、その上でプレイヤーを動かし、敵を出し、攻撃を避けさせる。つまり、モード7を単なる映像効果ではなく、ゲームプレイそのものに関わる仕組みとして使っているわけです。ここが、コントラスピリッツのかなり攻めたところだと思います。では、気になる点を順番に見ていきます。なお、私はアクションゲームにはヘタレなので、今回は無敵モードで遊んでいます。その点は、あらかじめご了承いただければと思います。まず、最初に驚いたのは、ステージ1の途中で見せる飛行機が飛んでくる演出です。画面の奥から飛行機が拡大しながら近づいてきて、少しひねりを入れ、さらにミサイルまで撃ってくる。これは、ゲーム序盤のつかみとして、かなり効果的な演出ですね。改めてですが、スーパーファミコンの背景画面には、同時に表示できる背景の枚数、色数、そして回転拡大縮小の有無などが異なる8種類の画面モードがあります。表の数字は画面の各パターンに使える色数で、モード1や2がよく使われます。その中で背景を回転拡大縮小できるのがモード7です。ただし、モード7には大きな弱点もあります。それは回転拡大縮小できる代わりに基本的に使える背景画面が1枚だけになることです。例えば、この画面では複数の背景画面が多重表示され、画面上部にはステータス表示があるなど、複数の画面を組み合わせることで派手な画面を構成しています。しかし、飛行機を回転拡大縮小で見せたい場面では、モード7を使いたい。でも、画面全体をモード7にしてしまうと、背景の重なりやステータス表示の見え方が通常シーンと大きく変わってしまいます。そこで、この飛行機が飛ぶ間だけ、画面全体を一気にモード7へ切り替えるのではなく、飛行機を表示したい範囲だけをモード7にして、その上下はモード2で通常の横スクロール画面として見せているのです。飛行機のシーンが近づくと、モード7で使いたい部分の背景が黒い夜空になり、背景画面がなくなります。そして、モード7にしたい部分からビルなどの背景が全て消えたら、モード7に切り替えて飛行機を飛ばすのです。演出としてうまいところは、飛行機が描かれるのは画面の3分の1程度と狭い範囲なのに、ミサイルを画面の下方向に撃ち、爆発させることで、この一連の流れを一つのセットとして認識させ、飛行機が実際よりも一回り大きかったような印象を与える視覚効果を生んでいるのです。通常の横スクロール画面から部分的なモード7表示へ移行し、その後また通常の横スクロール画面へ戻っていく。この流れをかなり自然に見せているのがうまいですよね。次は中ボスのどでかい亀さんです。亀の体がシーソーのように前後で逆方向へ揺れています。
一見すると背景を回転させているようにも見えますが、これはモード7の回転機能ではありません。体の大部分は背景画面で描かれており、背景画面のスクロール機能を細かく変えることで動かしているのです。スーパーファミコンの背景は 8×8 ドットのパターンをタイル上に並べて構成されています。そして、この画面のモード2にはタイル単位で縦方向にスクロールできる機能があります。この機能を使うと、背景の場所ごとに横方向や縦方向のズレを変えることができます。手持ちの技術をどう組み合わせてゲームデザイナーの要望を実現させるのか、それがプログラマーの能力なんですよね。次は、ステージ2の上から見下ろした画面が回転するステージです。十字キーの操作により画面を回転させることができるので、自分の見やすい方向に画面を回しながら遊ぶことになります。方向感覚が狂い、道に迷う感覚は普通の横スクロールアクションとは全く違っていて面白いです。ただ、プログラマー視点で見ると、これはかなり面倒なゲーム仕様です。背景画面の回転自体はモード7のハードウェアがやってくれますが、敵や弾などのスプライトについてはプログラマーが自力で座標を計算し画面に配置しなければなりません。拡大縮小はなしで回転のみでも、このようなバフィ変換という演算が必要になります。ところが、スーパーファミコンの CPU には掛け算や割り算をする命令がないため、こうした大量の座標計算は苦手です。そのため、CPU コアとは別に搭載された演算用のコプロセッサや、または PPU 内のモード7用の演算機能や、カートリッジに特殊な演算チップを搭載して使うことになります。コントラスピリッツではコプロセッサーを使っているようです。しかし、このコプロセッサーは8ビット ×8 ビットの掛け算しかできません。回転座標を計算する場合、実用上は16ビット ×16 ビット程度の精度が欲しくなります。そのため、16ビット ×16 ビットの掛け算を一発で実行することはできず、8ビット ×8 ビットの掛け算に分解して4回に分けて計算する必要があります。そんなわけで、1体につき必要な計算時間は CPU の時間で500サイクル程度かかると考えられます。スーパーファミコンの CPU 速度は最大で約 3.58MHz、つまり1秒間に約358万サイクルを演算できるので、大した時間ではないように見えます。しかし、60フレームで描画するので、1体だけでも1秒間に約3万サイクルを使う計算になります。これが1画面に敵や弾を含めて10体程度のオブジェクトが表示されると30万サイクルとなります。そう考えると CPU にとっては決して軽い処理ではなかったわけです。ゲーム性と性能のバランスを考えて作られているのがすごいところだと思うのです。次にこのステージ2のボスです。ここではボスと地面が別々に回転しているように見えます。しかし、背景画面を回転拡大縮小できるモード7は、1枚の背景画面しか扱えないので、モード7でボスと地面を別々に回転させることはできません。では、どうしているのか。実は、ボス本体はモード7の背景として描画していますが、地面側はスプライトで描画しているのです。地面が複雑な絵だと、この処理はかなり大変ですが、アスファルトの地面に白線が描かれている問い設定にすることで、違和感なく単純なデザインにできたんだと思います。よく考えられた場面ですね。次は、ステージ3の中ボスで、上空の敵ボスからサーチライトで地面を照らしている場面です。ここもかなり面白いテクニックを使用しています。敵ボスとサーチライトは背景側にセットで描かれています。そして、サーチライト部分だけラスタースクロールによって傾けているのです。ラスタースクロールとは画面全体を同じようにスクロールするのではなく、操作線ごとまたは一定のラインごとにスクロール量を変える技術です。そのため、画面の一部分だけを斜めに傾けるような演出ができるのです。派手なモード7とは違いますが、これもスーパーファミコンらしい、かなりうまい画面効果だと思います。次に、砂漠ステージのボスです。
このボスはとても複雑な回転をしているように見えます。中央のボスとその周辺の砂の流れ、そして主人公の移動に伴う画面全体の回転が混ざり合ってかなり派手な映像になります。でも画面の隅に移動して回転が止まった状態で見ると意外なほどシンプルな処理で実現していることがわかります。背景画面のパターンには全く変化はなく、流れる砂の部分の色をパレットで高速に切り替えることで砂が流れているように見せているだけなんです。しかし、ゲーム中はとても複雑で派手な画面に見え、うねっているような錯覚が生まれているのです。錯覚に落ちやすい私は、見ていると酔ってしまうので、苦手なボスだった記憶があります。最後に、オープニングでの爆発や、主人公のスペシャル攻撃の表現として使われる、光の円が大きくなり、画面いっぱいに広がる処理についてです。綺麗な円が滑らかに大きくなっていくのですが、ではこれはどうやって実現しているのでしょうか。背景画面やスプライト画面を見ても、円そのものの絵が描かれているわけではありません。ここで使われているのは、ウィンドウマスクという色の合成機能です。画面の表示では、複数の背景画面やスプライトを合成して、最終的な画面を作りますが、この時に指定した画面に指定した色を加算することができます。この合成の範囲として画面の左側と右側を指定できるので、このように縦方向の範囲や画面全体の色合いの変更に使用するのが一般的です。そこをラスタースクロールの要領で縦方向に円になるように範囲を変えてあげているのです。つまり、あの綺麗な円形の爆発は円の絵を拡大しているのではなく、ラインごとにウィンドウ範囲を細かく制御することで作られているわけです。これはかなり繊細な制御ですね。最後になりますが、スーパーファミコンのハードウェアを作った任天堂とコナミのようなサードパーティでは、画面モードやウィンドウ機能を使いこなすまでの苦労はかなり違ったはずです。それをスーパーファミコン発売から比較的早い時期に、ここまでゲーム内容へ組み込んできたコナミの開発陣には、すごいと言うしかありません。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。